はい、ということで後半編です。後半は呼吸のお話をしてみようかなと思います。いろんな情報がある中で、私もこれからいろんな食のことやったり心のことやったり話していくと思うんですけど、やっぱりすぐに食生活を変えるのは難しかったりとか、すぐにライフスタイルを変えるのは難しいっていう方いっぱいいると思うんですね。私も別に若杉ばあちゃんを知って本当に1週間とか2週間で変えれたわけじゃなくって、若杉ばあちゃんを知る前からもう78年ぐらいかけてゆっくりゆっくりね、こうリバウンドしないように生活を変えていきました。でもちろんお金があるないとか、仕事が忙しくない忙しいとか、子育てがしているとかしてないとか、なんかそういう個人の、差っていうのがいろいろあると思うので、まずはですね、基本の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 基ぐらいの呼吸からお伝えしていこうかなと思います。いろんな健康情報を発信している方いらっしゃいますが、呼吸に注目している方は少ないかなと思っていて、ライフスタイルがすぐ変えれない方もまずはですね、どこでもできる呼吸からやることで心ときっと体っていうのをね、整えていってもらえたらなと思います。で、ちょっとだけ説明をすると、私的に呼吸がなんでこの3つのバランスを整えるかっていうと、まずは、呼吸って私たちの生活になくてはならないものですよね。酸素を全部の細胞に届けることで私たちは生きながらえてるわけなんですけど、そういう内臓的なことだけじゃなくって、自分にね心地いい正しい呼吸をすると体も勝手に歪みが取れてきます。でなので体を整えるっていうのにもすごく大事です。で、2つ目、気の部分ですね。呼吸をですね整えて気を沈めることで、リラックスした状態になります。体の緊張も解けるし、呼吸をね自分に合ったものにしていくと勝手に気が流れるんですね。なんで特別な治療とかしなくっても、特別な訓練しなくても気を整えることにもつながります。で、3つ目、心ですね。こうやって内臓が整ったり体の骨格が整ったり気が整うことで、体っていうのはリラックス状態に、体じゃない心もリラックス状態になっていくんですよね。不安だったりとか緊張する時ってすごく呼吸浅くなってませんか？もし不安な時とか緊張してる時とかって余裕ないとは思うんですけど、どっかでね俯瞰して自分を見れるタイミングがあったらちょっと呼吸に意識を向けてみてください。すごく速くて浅くなってるはずです。はい、でなんで、呼吸というものだけでもこの3つのバランスを整えることができるんじゃないかなって私は考えてるし、私も思い出したらいつも日常でやるようにしてます。で、今皆さんマスク結構つけてる方多いと思うんですけど、苦しいって感じるだけでも体の SOS ではあるんですが、マスクもいろんなことが言われている中で私が懸念している点が一つありまして、鼻で呼吸するか口で呼吸するかで顔の形が変わってしまったり、歯並びが崩れてしまったり、あとはねこのね顎から首のところの形も変わっちゃうんですよ。あとは最近ほら成長期の子供たちもマスクずっとつけてるじゃないですか。あれで子供たちの姿勢が変わっちゃって足の浮き足っていうのが問題になっているそうです。なので呼吸ってたかが呼吸と思うでしょう。でも全身に顔にすごく影響するんですよ。で、かくいう私も子供の頃すごい口呼吸の子供だって、実はすごい出っ歯だったんですよね。今は矯正してだいぶ綺麗になったんですけど、出っ歯でした。出っ歯やったし、めっちゃ姿勢悪かった。そうなんで、呼吸一つでもすごく体にとっては大事なことなので、ぜひね、もう弱毒化してるし、多分人目気にしてる方多いでしょ屋内でも屋外でも私は2年間素顔で生きてますが、何か言われたことはほとんどありません。2回ぐらいかな。でもその2回もね、人生に不満持ってるから私たち攻撃してるんだなみたいな、本当に最初からイライラしてる方だったりとかが多かったので、ぜひね、
顎からでもいいんで外して自分に心地いい呼吸をちゃんとするっていうね、もう生き物の基本を日常からやっていきましょう。もうどんなにねいいもの食べても、どんなに整体行ったり、どんなに自分でね外側から体整えようとしても、もうこんなね何時間も呼吸をね阻害されるようなことはですね、体の健康にはもう絶対にねつながらないので、子供たちがもう本当になんだろうな、成長期の子供たちが今後どうなっていくかもわからないから、ぜひね私たちから始めていきましょう。それであれね、咳とかくしゃみとかね風邪症状がある人はね大きな飛沫を防ぐ効果があるのでつけたらいいし、できれば、体調が悪い時はお家で休みましょう。はい、ということでねちょっと熱くなっちゃったんだけど呼吸法の話していきます。今日はですねもう本当に簡単な呼吸法を2つご紹介します。1つがおへそ呼吸法です。もうその名の通りおへそで呼吸するんですが、別にへそから吸ってへそから吐くみたいなことではなくって、おへそに意識を置いてただ自分の心地いい呼吸をするという呼吸法です。意識ができない方はおへそに手を置いてみてください。で2つ目は丹田呼吸法です。丹田という言葉を聞いたことがありますでしょうか。丹田っていうね、昔の日本人がずっと意識してきてた体の部分なんですけど、ちょっと立ち上がってみよう。私今ちょうどここがおへそなんですよね。でここから手のひら1個分ぐらいかな、ここ恥骨のちょっと上ぐらいに丹田があると言われています。横から見ると、完全にこの前っていうよりかは真ん中からちょっと手前ぐらいかな。女の人だったら子宮のある位置、男の人だったらこう浴衣とかで帯を締めるときちょっと下でしょ、あの位置が丹田になります。ヨガとかしてる人だったら第2チャクラって言われてる部分ですね。ちょっとしばらくなんかこう私の描いた下手くそな絵ですけど丹田の位置をちょっとイラストで表示してみようかなと思います。はい、でその丹田に意識を置いて呼吸するというこの2つの方法をお伝えします。で、なんで丹田をちょっと今回伝えたかっていうと、昔の人はですねこの丹田の部分で物事を考え行動してたんですね。着物っていうのはこの丹田のところに紐が来るようになっていて、すごく意識してたというよりかは無意識的にですね皆さん丹田を使って生活してたと言われています。こう農耕民族だったのでこう桑でね土を耕す時もこの丹田から動いていました。で例えばなんですけど、慣用句で合ってるのかなで腹が座るとか腹をくくるとか腹を決めるとか、結構決断に関する言葉で腹っていうのを使われてませんかね。あとは腑に落ちるとか腑が抜けるとか、こう何か感情だったりとか何か理解する時とか腹を据えるとか、人との話し合いの時とかね、腹って言葉すごく使われてるんですよね。これはやっぱり昔から腹丹田っていうところ、もと言うと正下一点とおへその下に一点って書くんですけど、そこを意識してごめんなさい、今私すごい換気扇の音気になっちゃって止めるの忘れちゃってて、入ってたらごめんなさい、気になっちゃったその丹田を意識して生活してました。で古武道をやってる人とかやったら知ってるかな、丹田にですね意識を置いて普段から生活してると恐怖を感じづらいとも言われていて、パニックになりにくいって感じですね。昔ってこう刀で戦ってたじゃないですか。で今やったら怖いやんって思うんだけど、やっぱ丹田で行動してたりとか、あとはこう古武道でね恐怖を感じづらい韻を踏むとかあるんですけど、そういうね体の使い方をしてたと言われています。なんで今後ですね丹田を広めたいなと思っているので、ぜひおへそに意識を向けることができた方は丹田っていうのもちょっと意識してみてください。はい、で、このおへそ呼吸法、丹田呼吸法で意識するポイントが4つあります。1つはですね、意識するだけでいいっていうことですね。どういうことかというと、2つ目、別に腹式呼吸じゃなくて大丈夫です。私は腹式が苦手なので、
胸式呼吸でやる時もあります。でもね、だんだん体がリラックスしてくるとね、途中で腹式に変わったりする。なので特にルールはないので、自分が心地いい状態で呼吸してみてください。で、3つ目、ちょっと今かぶっちゃったんだけど、自分の心地いいリズムで深さですね。でやってみることです。別にわざわざで深呼吸はしなくても大丈夫です。自分のね、心地よさを見つけていくっていう訓練にもなるので、こうしなきゃああしなきゃを一旦外して自分の体に任せてみてください。で、4つ目ですね、どれぐらいやらなきゃいけないとか、どんな体勢でやらなきゃいけないとかもないです。時間も体勢も自由です。私はですね、寝る前にやったりとか、朝起きた時にやったりとか、あとは頭痛とかね、ちょっと風邪ひいたなとか、そういう体の不調を感じた時、緊張するなとか、ちょっと怖いなって思った時とかに思い出してやるようにしてます。なので別になんかノールールなんで、このチャンネル聞いてって思い出した時にぜひやってみてください。ちょっと消してきます。忘れてた。よいしょ。ということですね。ということでですね、ちょっとだけやってみようかなと思います。3呼吸ぐらい、とりあえず。もし今何かやってる方いたら、もし手が止めれるんやったら、30秒ぐらいなんでね、手を止めてもらって、ちょっと一緒にやっていけたらなと思います。座ってもらっても立っても寝てもらんでも構いません。目をつむってても開いてても構いませんし、つむるっていうのもやっぱりちょっとね、目に力が入ってる時もあるので、半眼って言って仏様の顔でも大丈夫です。はい、やってみましょう。まずは吐く息から始めます。どうですかね、やってみれましたかね。なかなか呼吸って意識しないと浅くなりがちな方が多いと思うので、思い出したらですね、深呼吸じゃなくていいので、このおへそだったり丹田だったりに意識を落としてみて呼吸してみてください。ということで、これは多分老若男女、どんな条件の人でもどこでもできると思うので、ぜひやってみてもらえたら嬉しいです。私も毎日思い出せるように頑張る呼吸法はこれからもね、つどつどいろんなものをお伝えしていこうかなと思うので、気に入ったのあったらそれを採用するみたいな形でやってもらえたらいいなと思います。で、もしね、やってみた感想とかあったらぜひコメント欄に書いてくれたら嬉しいですし、ご質問とかこんなこと知りたいとかあったらぜひ書いてみてください。ちょっとまとめてね、撮影する時もあると思うので、すぐにお答えすることはできないかもしれないんですけど、コメント欄でね、お答えしたりとか、このテーマちょっと一緒にね、話したいなって思うご質問があったら、ビデオに撮ってみたりとかするので、ぜひどしどしお待ちしております。はい、ということで、今日は健康の3つの条件っていうのと、一番簡単な呼吸法からこの3つのバランスを整えるということをお話しさせてもらいました。ということで、次はね、ちょっとなんで体が病気になるのかなってお話ししようかなと思うので、合わせてみてもらったらそれだけでもだいぶ変わるんじゃないかな。ぜひ見てもらえたら嬉しいです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ではでは、またね。